こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回は今の状況が非常に厳しい人に伝えたいことというタイトルでお話しします。今いる環境や状況がどうもしっくりこない人、非常にしんどく辛い人、自分は何も役に立てていないようで生きる価値があるのかと悩む人に声を大にして伝えたいことがあります。それは今まであなたが経験してきたことは、この世の中のありとあらゆる可能性の中ではほんの小さなサンプルに過ぎないということです。今までずっと同じような境遇であまり変化のない人生を歩んできたなら、これが全てだと信じ込んで、他にも可能性があることに気づかず、絶望感でいっぱいになることでしょう。でも、これが全てではないんです。自分はとても小さなサンプルだけを見て、それだけしかないと思い込んでるだけなんです。本当はもっともっといろいろなサンプルがあります。場合によってはたった一つのサンプルだけで、そのサンプルが自分に合わないから自分はダメだと落胆して人生を諦めてしまうこともあります。でも他のサンプルを見ることなく小さなサンプルだけで判断することは適切ではありません。例えば一番最初に勤めた職場が自分に合わない場合です。間違いや失敗ばかりをしてしまい、上司の期待に沿うことはできません。お前は本当にダメだな、と上司や同僚から呆れられて、自分もとても惨めな気持ちになります。何をやってもうまくいかず落ち込むだけです。そのうち仕事に行くのも辛くなって鬱っぽくなっていきます。初めての職場でこのような経験をすれば、自分は全く使い物にならない人間でどうしようもないと信じ込んで無力感に包まれることでしょう。すっかり自信を失って絶望感に襲われます。このような状況になれば精神的にも追い詰められて周囲が全く見えなくなります。今自分が見ているものが全てであり、その他には何もないと信じ込むようになります。この状態を視野狭窄と言います。しかし本当は全然違います。視野狭窄から脱してもっと広く世界を見渡せるようになれば、確かにこの職場では自分は貢献できないかもしれない。しかしこの職場は世の中にあるすべての職場のたった一つの職場に過ぎないということが理解できます。残念なことにこの点に気づかず、今いる辛い環境や状況から抜け出そうとせず、長い間悩み苦しんでしまう人も多いです。本当は使い物にならない無能な人間なのではありません。たまたま最初に勤めた職場では使い物にならないかもしれません。なぜなら自分はその職場に合わないからです。でもたったそれだけのことです。自分に合った職場に移れば、自分の能力を最大限に発揮して、その組織や社会にも大きく貢献することも可能です。実際に他の職場で働くようになってから、ありがとう、あなたのおかげでこんなにスムーズに物事が進むようになった。あなたはすごい。これからももっと活躍してね。と言ってもらえることも普通に起きます。同じ人間なのに一つの職場ではダメダメ人間。でも別の職場に移ればたくさん活躍して組織に大きく貢献するスター的存在です。なんでこんなことが起きるのでしょうか。その理由は簡単です。
自分にふさわしい職場にいるのかいないのか、たったそれだけです。世の中には数えきれないほどたくさんの職場があります。数多くのサンプルの中から自分が経験したものはたったの一つだけです。それなのに自分は無能な人間でダメだと決めつけるのはあまりにも認知が歪んでいます。落ち込むことでかなりの精神エネルギーが奪われてしまいます。その結果、疲労感が強く生産的なことはできなくなります。落ち込むのに浪費するエネルギーや時間を自分に適切な職場を見つけるのに使った方がずっと有意義で建設的です。ただ人間は現状維持が好きな動物です。未知の世界に恐怖心を抱くから辛くてもなかなか動けないでいます。今の環境から離れたら事態はもっと悪化するかもしれない。それだったら多少辛くても我慢するしかない。と消極的な姿勢になって現状維持をずっとし続けます。今のままを続けたいという気持ちは多くの人が持つことです。しかし、やはり今の環境や状況が望ましくなく、そのために自分が辛かったり苦しかったりするのなら、今いる場所が全てではないことを思い出して、勇気を持って外に飛び出した方がいいです。人には様々な事情があり、いつでも外に出たいときに出ることが可能であるというわけではありません。やはりその時々でそうすることが困難な時もあります。それでも今の環境から抜け出るチャンスは人生のどこかで降りてくるものです。そうできやすくなるタイミングが自分のもとにやってくる時があります。そんな時には思い切って挑戦してみることです。チャンスが目の前にあるのに見ることができず逃してしまうのは自分が視野狭窄の状態にあるからです。このタイミングに乗れば今の苦しい状況から抜け出せるというのに、そのタイミングがわからないのは今までの自分が経験した環境しかない、それが全てだと強く思い込んでしまっているからです。でもそれは間違いです。今まで自分が経験したことはこの世の中のほんのわずかなサンプルであり、本当はもっともっとたくさんのサンプルがあります。それに気づければ自分の視野も広がり、自分にとっていいチャンス、タイミングが訪れた時には、チャンスをつかみ手に入れることも可能になります。今までの状態が全てではありません。自分はたった2つか3つのサンプルしか見ていないです。無限にあるサンプル数の中でたったの1つだけという場合もあります。そのたった1つだけで全てを判断するのはどうでしょうか。かなり認知が歪んでいると言ってもいいのではないでしょうか。今自分が握っているサンプルは手放して、他のサンプルをお試ししてもいいでしょう。しつこいようですが、もう一度。今までの状態が全てではありません。自分が経験してきたことは、ほんのわずかな小さなサンプルに過ぎません。世の中にはもっともっとたくさんの数えきれないほどのサンプルがあります。ということで、今回は今の状況が非常に厳しい人に伝えたいことというタイトルでお話ししてみました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。